はい、皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、大谷選手の肩の怪我、亜脱臼について見解動画を出していきます。はい、まずはじめに、僕は10年間野球をやってました。日本にいる時ですね。なので、野球の経験もあるし、野球の試合の中で僕、亜脱臼も経験してるんですよ。で、今は、アメリカの方でトレーナーとして動作改善だったり、リハビリの方もやってますので、このトピックに関しては、誰よりも詳しく、熱く解説できるんじゃないかなと思って、今日は動画を撮っています。で、ちょうど僕もライブストリーミングで試合を見てたんですね。で、まず一番最初に思ったのが、間違いなく肩だなっていうふうに思ったんですよ。最初手首かなと思ったんですけど、あれで手首を痛める可能性よりかは肩だなって、僕もやっぱ亜脱臼経験してるんで、やばいなっていうふうには思ったんですね。で、通常亜脱臼だとしても、だいたい2週間ぐらいは普通は痛みが出るんですよ。僕が脱臼になった時はバットスイングですね。右バッターなんで、こういう風にスイングする時に、こっちに前に肩が外れて、振り終わったと同時に肩がまた戻ったんですね。入ったんですね。自分で。で、その時は、まず1週間は腕が動かせなかったですね。痛くて。で、ちょうどその時は高校野球やってた時で、盛岡に遠征に行ってて、帰り2時間ぐらいまたバスで帰ってこなきゃいけないんですけど、このバスの振動も痛くて、もうずっと手を押さえてないと、もう痛みがひどいっていう状況でした。で、大谷選手と僕の違いは、僕の場合は、前方脱臼って言って、前に肩が外れて、ガコって戻ったんですね。で、僕、この動画を、見る限り、大谷選手の肩は、前だったり後ろ、前方脱臼、後方脱臼ってあるんですけど、そういった外れ方じゃなくて、単純に肩がそのまま、ソケットから外れて戻った形かなっていうふうに見てます。ねじりっていうのはあんまり見えないので、この動画から見る限り、肩がねじられて外れてるっていうよりかは、強く引っ張られて外れてるっていう感じに見えるので、肩ってこういうソケットの受け皿と、このボールになってる頭がヘッドがあって、でこういうふうに入ってるんですね。で、完全に包まれてる状態じゃなくて、こういうふうに噛み合わさってる状態なんで、スムーズにも動くし、外れるっていう可能性もある、関節になってくるんですね。なので、これが前方脱臼だと、この前に外れるパターンと、後方脱臼だと後ろに外れるパターンがあるんですけど、大谷選手の場合は、僕が見る限り単純にまっすぐ外れてまっすぐも入って戻ってるので、この関節に内膜って言って薄い膜があるんですけど、その膜を傷つけずに済んだがゆえ早期復帰ができたんじゃないかなというふうに思っています。で、僕日本のお医者さん整形外科医の見解動画今朝見たんですけど、やっぱりアメリカと日本でこんなに違うのかっていうぐらい日本は遅れてますね。で、その先生も言ってたのが、アメリカのデータを見ると、脱臼した人、脱臼した人の早期復帰がアメリカは多いと、スポーツ選手。日本じゃありえないっていうふうに言ってて、まあそうなんですよ。アメリカってもう安静にする、動かさないみたいなのって古いっていう考え方になってるんですよ。もう痛みがある段階でリハビリ始めて動かして、可動域を失わない、筋肉を失わないで、なるべく早く早期復帰するっていう考え方なので、ショックを受けたのが、そういう日本のお医者さんもまだ古い考え方というか、そういう考え方でやってるんだなっていうところに、やっぱり日本とアメリカのそのギャップはすごくあるんだなっていうふうに感じましたね。もうさすがに、もう何年も前に論文で出されてるので、日本のお医者さんも勉強して変わってきてるのかなって思ってたんですよ。ちょっと期待も込めて。でもまだまだそういう2、3週間は完全に安静ですっていうふうにおっしゃってたので、もうだいぶ古いなっていう感じでしたね。やっぱり日本のお医者さん安静って言うんですよ。痛みがある時は安静、動かさないで、絶対使わないでって。これが、この選手だったり、その人の復帰ですね。回復を遅らせる大きな原因になってきます。動かさないんで、血流が行きづらくなるんですよね。で、血流に何が入ってるかっていうと、栄養も入ってるし、酸素も入ってて、これが回復に必要になってきます。なので、アメリカは動かして血流をそこに送って、早く修復させるって考え方なんです。なんで真逆なんですよ。もうこの最初のアプローチが。なんで、日本人の人はもう2、3週間も絶対動かさないってなっちゃうんで、もう回復が相当遅れます。なので、僕は、
大谷選手やっぱりトップのトレーナーさんついてるし、早期復帰ってなって、僕は良かったかなと。僕は意外と安心して見てられるような状況ですね。多分日本のお医者さんとかだったらもう、なんでそんなことするのみたいな。いや、そんなの全然セオリーじゃないんだけどっていう感じで多分おっしゃってたり、見てる方多いと思うんですけど、アメリカだと全く違います。なので、結果的に回復が早くなります。やっぱそこを使って、痛みがあったとしても、そこを使うことによって血流、栄養、酸素が送られるんで、そこの回復っていうのは早くなるし、やっぱり動かし続けてるんで、可動域ですね、レンジオブモーション、ROM も失うことがないんですよ。でも日本のこの怪我のアプローチって動かさないっていう風になっちゃうんで、もうそこの部分がガチガチに固まって、可動域も失っちゃって、じゃあ本当痛みなくなりました。じゃあリハビリ始めますって言った時に、もう相当筋力、筋肉も失われてるので、もうそこから元の状態に戻すまでに何ヶ月もかかっちゃうんですね。やっぱりここに大きな差を僕は感じています。これが右手だったら話は変わってたと思います。大谷選手ね、来年はピッチャーとしても復帰を計画してるし、左バッターで右手がリードになるので、右肩にかかる負荷ってすごく大きいんですね。この振り始めもそうだし、振り終わった後、もう片手になった時にかなり負荷がかかるので、本当に不幸中の幸い、左手だったっていうのがすごい不幸中の幸いだなっていうふうに。で、ただね、大谷選手 100% で振れなくても、打席に立ってるだけでのプレッシャーって相当なものがあると思うんですね。ごめんなさい、これ野球僕大好きなんで、すごく熱く語ってしまうんですけど、8割のスイングで打席に立ってるだけでの相手へのプレッシャー、これはもう他の選手では代用できない大谷選手ならではのその相手に対する脅威だと思うので、僕はすごくポジティブに見ながらフルスイングしなくたって相手へのプレッシャーっていうのはしっかりかけれる選手だと思うので、無理はしないで。でもやっぱりせっかくのチャンスですから、しっかりチーム一丸となってぜひ優勝に向けて残り、試合残ってますけど、やりきってほしいなというふうに僕は思っています。僕のチャンネルでは、アメリカの最新のこういったスポーツ医療やトレーニング方法についても解説しているので、面白いなと思った方は、ぜひ、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。今日の動画は以上です。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。今日の動画は以上です。